最初にご紹介するのがキャンドゥのキーカバーです。鍵全体を覆うことができるシリコン製のキーカバー。カバンなどの傷防止になったり、鍵ナンバーの盗み見防止にもなります。またシリコンなので他の鍵と一緒にしてもジャラジャラ音がしません。何よりいいのがカバーをつけたまま鍵穴にさせることです。カラーは他にオレンジもありました。このようにぐにゃぐにゃかなり柔らかいシリコン製です。鍵をこのキーカバーの中にスッと入れ込みます。外からは鍵がついてるとわからないほどしっかりと隠れていて見えません。このまま鍵を挿してみます。鍵の先を鍵穴に差し込むと同時にシリコンカバーが手前に持ち上がります。引き抜くとまたすっぽりと鍵を覆ってくれます。わざわざカバーを外してから鍵穴に差し込むという手間がないのがとても助かります。鍵の上部に開いてる穴とカバーの穴を合わせてキーリングなどに通しておけば、このままカバンの中に入れても外れません。一つの鍵にカバーをつけることで、キーリングに複数鍵をつけててもジャラジャラ音が気にならなくなるのもすごくいいです。乾燥する季節などは静電気を軽減してくれるメリットもあります。次にご紹介するのがダイソーの積み重ねパーツです。蓋のないカゴや積み重ねできないカゴ同士を2段に重ねられるアイテム、2種類発売されています。どちらも2段にできるというのは同じですが、こちらは四隅につけて積み重ねられるようになるタイプ。8個入りで使用できるカゴの縁の厚みは8ミリ以下です。そしてこちらはカゴの縁に垂直に引っ掛けるタイプのものです。取り付ける部分が2段階の階段状になっており、10ミリまでと13ミリまでの縁のカゴに使えます。こちらの商品は他に縁のサイズが4ミリまでと7ミリまでのカゴに使用できるものもあります。カゴが動きにくくなる滑り止め付きです。耐荷重はどちらも10キロ。早速使ってみます。四隅に乗せましたが、場合によっては対角の隅の2つだけでも安定しそうです。その場合、最大4つのカゴに使うことができるので、すごくコスパがいいアイテムだと思いました。一方こちらはカゴの縁に垂直に引っ掛けます。1箇所の縁に乗せるだけなので、縁があまりにも細いとこのように安定しないです。このカゴに使うならもう一方の方を買えばよかったなと思いました。こちらの商品は引っ掛ける部分が2段階に分かれているので、より多くのカゴに対応するのがいいところです。また滑り止めがあるので乗せた時にしっかり安定してくれるのもいいところです。キャンドゥで手で切れる結束テープを買いました。これまで100均のいろんなタイプのケーブルバンドを使ってきましたが、なかなかまとめたい対象物の長さに合ったバンドがありません。それを解決できるのがこちらです。5センチ間隔でミシン目がついており、好きな長さで使いたい分だけ手で切ることができます。幅が約15ミリで長さが1メートル。
ハサミなしで好きな長さで手で切り離して使用できます。カラーはブラック、ホワイトの2色展開です。そんなに長くないイヤフォンなどは5センチで十分です。必要以上にぐるぐると巻かなくていいので、すっきりとまとまるのが嬉しいです。逆に太くて長めのコードは10センチにしてちぎりました。マジックテープなので力を入れることなくペタッと貼り付けるだけでいいのも使いやすいです。3本入りで100円などのバンドを購入するよりもお得感があり、束ねたいコードに合わせて無駄なく効率よく使うことができます。ダイソーで綿棒ケースと爪楊枝ケースを買いました。両方とも同じプッシュ式のものです。どちらもそれぞれ100円商品。見た目がかなり似てたので違いを比べてみたくて両方買いました。このように蓋を押すとバネの力で容器が持ち上がって中身を取り出せる仕組みです。片手でポンと押すだけで取り出せてすごく便利です。この2つは一見外から見ると同じようですが、綿棒ケースの方は3つの仕切りに分かれています。一方、爪楊枝ケースには仕切りがなく、円錐形にくぼんだ形状になっています。綿棒を綿棒ケースに入れてみました。一見バラバラに飛び出しているようですが、蓋してプッシュするとしっかり閉まります。一度に入れられる爪楊枝は60本以内。爪楊枝が外に向かって広がってくれるので、一本一本取り出しやすいです。綿棒ケースの方は仕切りがあるので、大人用の綿棒、子供用の綿棒など大きさや種類、カラーなどに分けて使うこともできます。逆に入れても入るか試してみたいと思います。綿棒は長さがあるので、爪楊枝ケースに綿棒を入れることはできませんでした。その逆で綿棒ケースに爪楊枝を入れることはできます。取り出しやすさもそんなに変わりません。ダイソーでマイボトル洗い用のメラミンスポンジを買いました。ボトルにスポンジを入れて振るだけで汚れを落とせるというところと、ペットボトルにも使える大きさということで気になって買ってみました。120個入っています。コップの茶渋落としにはメラミンスポンジをよく使っていますが、マイボトルなどはそれ用のブラシを使わないと隅々まで汚れを落とせません。また中身が見えにくい水筒などは中がどんな様子なのか分かりづらく、そんな時にもこちらはブラシでの汚れ落としと併用しながら使えます。長方形のやや薄いメラミンスポンジが2枚入っています。細かくミシン目がついており、一辺が 13mm のサイコロ状に切ることができます。スポンジ自体は通常のメラミンスポンジと全く同じです。まずはこちらの水筒。中身が見えないのでビフォーアフターがお見せできないのですが、スポンジについた茶渋で比べてみます。 500ml あたり約6個使用します。そこにスポンジが浸かる程度の水を入れてよく振ります。少し薄茶色のスポンジになりました。右手で持ってるのが新品のスポンジを濡らしたものです。振るだけではなく、こすって使用することももちろんできます。コップなどの茶渋落としにはいい大きさで切り取ってゴシゴシこすって使えます。
ダイソーで一時期よく品切れになってたバーバパパの消臭ビーズの詰め替えを買いました。私はこちらを使っているのですが、全部で5種類ほど香りがあります。使い始めて約3ヶ月で香りも完全に切れたので詰め替えたいと思います。詰め替え用は 500g 入っていますが、1回の入れ替えで約半分ほど使うので2回分ほどの詰め替えの量が入っています。ダイソーで重曹ペーストを買いました。すでにペースト状になっているので、そのままチューブから出して使うだけです。容量は 200g。同じくダイソーに売ってる 500g 入りなどのパウダーのものと比べると割高ですが、重曹を使うハードルがぐっと低くなります。キッチン周りや浴室、浴槽、排水口などいろんな箇所で使えます。ずっと使ってた茶こしが古くなったので、ステンレスで持ち手が長い茶こしを買いました。網目が細かいので、細かい茶葉が気になる方にもおすすめしたい茶こしです。横に広く、底が浅いので、ティーカップ用にもぴったりです。